よし、行くぞ。ミーティアスウォーム。こんにちは、ドロンコです。今回はこちらのマジックミサイルミーティアスウォームを使ったデッキを紹介していきます。この2枚はフォーゴトンレルムで追加された新しいカードになります。どちらもクリーチャーやプレインズウォーカーにダメージを与えることができるソーサリーなんですが、その対象を1体じゃなくて複数体に対象を分割してダメージを与えることができます。例えばマジックミサイルの場合、3点分のダメージをクリーチャー、プレインズウォーカー、プレイヤーに好きなように割り振れるので、クリーチャー1体に1点、もう1体のクリーチャーに1点、そしてプレイヤーに1点という風にダメージを与えることができます。ミーティアスウォームの場合、コストに X が含まれますが、この X がダメージを与えることができる対象の数になります。それらの対象に8点分のダメージを好きなように割り振ることができます。さて、これらのカードと合わせていきたいのがこちら、灼熱の解放です。灼熱の解放は、自分がコントロールしている発生源がパーマネントやプレイヤーにダメージを与えるたび、そのダメージを3倍にするという効果を持ちます。ですので、マジックミサイルで分割ダメージを与えた場合、1点1点1点が3点3点3点に変わります。そしてもう一つのキーカードとして採用しているのがこちら、怒りの神トラルフです。怒りの神トラルフは赤ダブルの4マナ54伝説の神です。相手がコントロールするクリーチャーやプレインズウォーカーに余剰ダメージを与えたなら、その余剰ダメージを他のクリーチャーやプレインズウォーカーあるいはプレイヤーにめがけて飛ばします。灼熱の解放が場にある状態でトラルフの効果がマジックミサイルなどで発動すると、あらかたのクリーチャーを一掃した後に余剰ダメージが他のクリーチャーやプレイヤーにめがけて飛んでいきます。トラルフの効果で余剰ダメージを他の対象に飛ばした際にも灼熱の解放の3倍効果が誘発されるので、どんどんダメージが膨れ上がってそのまま勝利を決めてしまうこともあります。さて、デッキリストを見ていきましょう。今回紹介するデッキはトラルフバーンです。ほとんどのカードが除去で構成されています。他には灼熱の解放やミーティアスウォームを大きなマナコストで使うためのマナを作るためにアイレンクラックの妙義を採用しています。またトラルフが除去されるなどの場合に備えてサブプランとして無作法な挑発者を採用しています。無作法な挑発者は5マナ11のゴブリンで破壊不能を持ち、このクリーチャーにダメージが与えられるたび同じ分のダメージを相手に与えます。また3マナタップで他のクリーチャー1体と格闘をすることができます。無作法な挑発者も灼熱の解放やトラルフと相性が良く、場合によっては無作法な挑発者にマジックミサイルなどであえてダメージを与えることで、灼熱の解放の効果によりダメージを増幅することができます。サイドボードはこんな感じになっています。それでは対戦へどうぞ。キープで一応円結の発想は打てるからな。白何も出してけえへんだか。どういうデッキかな。治癒のポーション、なるほど。セレズニアかアブザのライフゲイン軸のデッキか。まだちょっと円結の発想は打てやんな。ベイリス、ダンジョン対策か。5法1、5法1、ダンジョン探索ね。ちょっと気にはなるけれども、さっきこっちかな。2枚あるし。ナダール、ダンジョン探索やな。さて、ナダールとベイリス、どっちを先に焼いた方がいいかな。ベイリスか。ベイリスかな。ベイリスを先焼いていきましょうか。5で打てるよな。コストは2やけども。やで、2体。そっか。厄介やな、ベイリスの5法1が。そっか。
法1厄介すぎ。じゃあベイリスを焼きましょう。で5法1は払って焼いて殲滅学かな。で攻撃しない。攻撃してくる。相打ち取りたい感じ。あ、そういうことか。マイナス4があるのか。そのマイナス4結構強いよな。で格闘女成就。これで6マナ。6マナやろ。6、3体いけるから、ミーティアスウォームを打ちましょう。はい。ナダール、トークン、女成就。で、割り振りは、一応ナダールちょっとマシめで。あかんわ。トークンも焼かないかんで、こうかな。はい。はい。何で止まっとる？よかった。焼けた。よしよし。はい。で、1点も与えとこう。よしよし。いやよく言えば、解放出してから打ちたかったけど、しゃあない。これで踏破するぞ。ダンジョン踏破。幻想化が33。いや、強いな。灼熱の解放もどうしよっかな。次6点飛んでくる。しかもダンジョン探索される。一回殲滅学で逃げてもいいかも。そうしよう。殲滅学は灼熱の解放乗らんし、どうせ。ちょっと待てよ。焼くの本当にナダールか？ちょっと待ってよ。レンジャークラスな気もする。レンジャークラスにしよう。で、トラルフをこっち側で出してで攻撃しない。無理やりナダールで突っ込まれるからな。レンジャークラスやいとかんと。ナダール消したらええんやけどさ、それでも幻想化が突っ込んでくる。なるほど。インストゥルメント・オブ・ザ・バース。突っ込んできたか。突っ込んでくるか。そっか。突っ込んできたか。どれやんな。いやー強いぞ。ナダールをまず装備してでこっちか。こうか。で焼いとかんとしんどい。で出して装備までいっとこう。もう一回。
あ、ナダール3体目か。しんどいよ。それずっと殴られるだけで終わるよ。捨てます。一応1点残るんかな。タップもせなあかんもんな。やで、こうやな。で、余剰ダメージを幻想化。で、余剰ダメージを余剰樹。あ、そうか、毎回増えるから。すげえ。そうか、そうか、そうやな。いやー、この動きが強い。対戦ありがとうございました。マジックミサイル、ミーティアスウォーム、トラルフ灼熱の解放。一応キーになるカードは全部来とるな。おお、立ててきた。なんで立てた？どういうこっちゃ。特に、いや、立ててきとるな。ああ、まあ、それはわかるわ。何を落とした？お牛。マルドゥ。どういうデッキそれ？どういうデッキかな？トライオーム、はい。マルドゥか。状況いっぱいありそうやな。ターン終了で。魔女か。魔女か。一応トラルフ出す？なんか除去されて終わりそうな気するけれども。マルドゥやろ。除去持っとるよな。芸術家。ああ、よかった。展開してくれた。展開してくれたで。マジックミサイルか、ミーティアスウォームか。ミーティアスウォームにしよう。はい。で、魔女と芸術家。で、割り振りは、一応、魔女を増し目で。はい。実行。はい。で、直接飛ばして、トラルフで殴る。オッケー。強い。強いぞ。そうやんな。トラルフ、取られるよな。そらそうや。しゃあない。まあまあ、でも、一回仕事したらいいや。そうか。払拭の光とか入っとんだよな。はい。実例指導。実例指導で何を唱える？胸躍る可能性。ほう。払拭の光は一応使えるけれど。お牛を出してくるかな。お牛を出してくる。ぐるぐる回すな。これ最後どうなるんやろ。光写しとか入っとんのか。まあ、マジックミサイルで
プレイヤーとクリーチャー2つを対象にこっち増し目。はい。でこれマジックミサイルもう一回撃ったら勝ちじゃない？ OK。 よし、対戦ありがとうございました。対戦の方いかがだったでしょうか？実際のところキーになるトラルフが除去されてしまって、メインのメカニズムがなかなかうまく動かないこととかも多々あったんですけれども、これらが決まった時の爽快感は格別なので、よかったら遊んでみてください。もしよろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。低評価でも大丈夫です。最後までご視聴いただきありがとうございました。それじゃあまた。